서점에서 독서해요. 오늘은 정말 시원해요. It's cool today. It's really cool today. 여기 정말 시원해요.
この後でちょっとだけ仕事をしてメール返信とかして今お茶休憩をしようかなというところです。さっきこのお花を買いに行った時にお店の近くに、ケーキ屋さんがあってビクトリアケーキというケーキを買ってきました。私も以前作ったことがあって好きなケーキなので
お店で見るのはあんまりなくて珍しくてちょっと買ってみました。でお茶休憩ということで今日も皆さんと一緒にコーヒートーク with タソということでおしゃべりしながら休憩していきたいなと思ってます。ちょっとね暗いんですけど、秋になってから本当にずっと雨というか曇り続きで、なんかお家の中もずっと暗くて、ちょっとなんか冬のパリを思い出すような気候がずっと続いてて、なんか全国的にこんな感じなんですかね。今なんか全然晴れ間が少なくてちょっと気分がめいっちゃいそうな感じなんですけど、皆さんは大丈夫ですか？ぜひなんかお家にねお花を飾ったりとか、あとは自分のご機嫌取れる好きなものとかやりたいこととか美味しいものとか食べて、ぜひちょっと気分を上げて過ごして乗り越えていきましょう。結構天気って本当に気持ちを左右してくるので、それこそ冬北フランス、私行ったことあるんですけど、北フランスは結構雪とか曇りの日が冬場多くて、その気持ちが落ち込むというか鬱っぽくなりがちな人が増えるそうなので、本当に天気はちょっとバカにできないというか、私も今日はこんなケーキとこんなお花も買ってちょっと気分を上げて過ごしています。で今回のコーヒートークは何を話そうかなと思ったんですけど、今回のこの動画のタイトルにも書いてる丁寧よりも心地よさをというテーマでお話ししたいなと思います。丁寧な暮らしっていう言葉、そういうトレンドってありませんでした？私もその時期そういう暮らしを見てすごく憧れた人間なんですね。こういう暮らししてみたいなとか、こういうひと手間かかった料理を毎日作れるような人になりたいなとか、綺麗なお家で過ごしたいとか、あとは綺麗なお洋服、シワのないお洋服とかで過ごしたいっていうのに憧れた人間で、そういうのをトライしてみた、ね、で YouTube でもそういった暮らしとかを発信してきた。他の人から見て私の動画が丁寧だったかどうかはちょっとわからないんですけど、その丁寧な暮らしっていうものを意識して動画を作っていた時期もあって、ただ自分自身がその丁寧という言葉に対しての解像度がすごく低くて、なかなか自分の中でしっくりこないというか、逆にちょっとストレスが溜まっちゃったりとか続けられなかったりとかっていうことが多々あって、挫折してきた人間なので、その中で結構なんで私はこんなに丁寧に暮らせないんだろう、もうなんか根がズボラだからかなとかっていう風に諦めたりとか、ちょっと落ち込んだりとかっていう風に思ったりすることもありました。丁寧っていうことが何なのかっていうのを自分の中できちんと理解してないというか、自分にとっての丁寧っていうものが何かを理解してないと、その丁寧な暮らしっていうものを真似しても闇雲に丁寧にしようっていう風にすることでストレスが溜まって、本末転倒になってたみたいな時期もあったんです。ただそれをいろいろ自分の中で試行錯誤していく中で、心地いいかとか気持ちいいかとか快適かとか、気分がいいかとか、そういうふうに言葉を変えただけで少しずつ自分にとっていい暮らしっていうものを選択できるようになっていって、丁寧っていうよりは私はその心地よいっていう表現の方が結構しっくりきて、で自分にとって心地よいとか気持ちがいいとかっていうものを一つ一つ選択したりとか実行していくと、なんか結果としてストレスが少なくて自分にとって気持ちがよくっていう暮らしになっていて、私にとってはそれがなんかいい暮らしというか幸せな暮らしだったんです。一つ一つなんかこれは丁寧か丁寧じゃないかっていう風に考えるよりは、これは自分にとって今の自分にとって気持ちがいいか心地がいいかっていうことを判断基準にすると、おのずと満足度が高い
生活を形にしていけるようになったなっていうふうに思ってます。そのことがあって今回動画のタイトルは丁寧よりも心地よいっていうタイトルをつけてみたんですけど、これって本当にどう表現するかってだけの話なんですけど、その本当に言葉だけの問題かもしれないんですけど、もし私と同じようにその丁寧な暮らしをしたいけど丁寧にできないんだっていう人は、もしかしたらその丁寧っていう言葉にちょっと目をくらまされてるというか、言葉をちょっと自分が使いやすい言葉に切り替えるっていうのも一つ手かなと思ってます。私にとっては心地いいか気持ちいいか気分がいいかとかっていう言葉に置き換えるだけですごく選択しやすくなりましたし、行動しやすくなりました。気持ちいいか明日の自分が気分がいいか今日の自分が気持ちよく過ごせるかとか、そういうことを軸にして判断していったら少しずつなんか自分の暮らしが好きになってきました。だからその丁寧な暮らしって一括りにして言われてるんですけど、多分本当人それぞれなりの丁寧な暮らしっていうのが多分あると思うんですね。花を飾るのが丁寧な暮らしっていう風に思う人もいれば、花がなくてもそのミニマルなものだけで暮らすすっきりとした暮らしが丁寧な暮らしっていう風に感じる方もいるでしょうし、本当人それぞれだと思うんです。だからインスタグラムとかもちろん私の YouTube 動画もなんですけど、参考にはしてもそれが本当に自分にとっても心地いいかどうかっていうのはぜひやってみたりとか取捨選択していくのがいいんじゃないかなと思います。私も今そうやって少しずつ自分らしい暮らしっていうのを形にしていってる最中なので、その中で私にとって心地いいとか気持ちがいいとか自分らしく楽しく幸せに暮らせるヒントとかっていう風に感じたものに関しては動画なりインスタグラムなり惜しみなく発信していこうと思ってるので、ちょっとやってみようかなっていう風に思うものがその中にあればやってみていただいて、これは私には合わなかったなっていうのはもちろん違ったんだなっていう風に思っていくのでいいんじゃないかなと思ってます。でそれって今日の自分と明日の自分も感じ方が違うだろうし、今日の自分は余裕があるから、例えばさっきのガラスのグラスも余裕がある日は私も水をねちゃんと拭いて水垢つかないようにできるし、それが自分にとって心地いい行動だっていうふうに思える日もあるんですけど、心に余裕がない日はその水を拭くっていう行為自体がもうストレスになっちゃう時もあるんですね。あるはずあるんですよ。だから日によってもその基準っていうのは変わってくるし、その日の自分に合わせて取捨選択できるようにすることは間違いではないんじゃないかなと思います。もちろん続けられたら毎日ねお家がきれいに保てたりとか気分よく過ごせたりとか美味しいご飯を食べられたりとかっていうのはあると思うんですけど、っていうお話を今回したんですけど、でなんかその話をしようっていうふうに思った時に思い出したのが、以前読んだ土井先生の一汁一菜で良いという提案っていう本なんですね。これをちょっと思い出して今回私が話した話ともちょっと通じるところがあったというか、私のこういう暮らし方でもいいんだよねっていうふうに思わせていただいた話もあったりしたので、今回紹介させていただこうかなと思ってさっき本棚から持ってきました。日常の食事はご飯と具沢山の味噌汁で十分、あれば漬物を添えましょう。無理のない生活のリズムを作り、心身ともに健康であるために一汁一菜という生き方を始めてみませんか。一汁一菜は一番のシンプルな形としてはご飯、味噌汁、漬物っ
っていう食事の方のことなんですけど、もう本当にそれでいいんだと。毎日の食事はそれで過ごせば、そんなね、毎日手の込んだおかずとかを作らなくても大丈夫だっていう風に背中を押してくれる提案をしてくださっていて、私も朝ごはんおにぎりと味噌汁だけの時もありますし、動画の中ではスープを作ってる時もあるんですけど、それは私がやる余裕があってやりたいなっていうふうに思ってるからやってるだけで、それが楽しいからやってる、嬉しいからやってるっていうものなので、それを毎日続けなきゃいけないとは全く思ってないし、それが大変な時はもちろんご飯にふりかけだけっていう時だって全然ありますし、だからその手間をかけることが絶対的な善じゃないっていうことをこの本を読んでちょっと心が救われたというか、で心地よいっていうものを選択するっていう話というかに通じるところ、通じる感覚があるかなっていうふうに感じたので、もう有名な料理研究家の土井先生が言ってるんだから大丈夫だっていうふうに、なんか心の中でどっしり構えていけたらいいなと思います。興味がある方いたら一汁一菜で良いという提案読んでみてください。センスがいいっていうのはやっぱりその場その時々の状況とか自分のメンタルを踏まえてその時に合った選択をできることかなっていうふうに思うので、それは暮らし方においても同じだと思っていて、だからその時々の自分が心地よい暮らしを選択できるようにセンスを磨いていくっていう風にやっていきたいなと思ってます。というわけで今日のコーヒートークは丁寧よりも心地よさをというテーマでお話ししました。でおしゃべりしてるとね全然食べないですね。この後ケーキをいただいてお仕事をして、そのうち多分もう夜ご飯を作る時間かなと思います。もしねコーヒートークでなんか話してほしいテーマとかがもしあれば、ぜひコメント欄でリクエストいただけたら今後の動画作りの参考にさせていただこうと思うので、気軽にコメントください。それでは引き続き動画をお楽しみください。
してへえ。作るハンバーグで、美味しい。なんか優しいね。マイルドだね。美味しい。レモンが確かに合いそうね。ちょっと爽やかな。頼んでこれぐらいの値段で色これでって頼んでうんうん。